歴史好きが集まる古本喫茶カフェレミニス。店内に飾るコレクションは毎日入れ替えてお客さんをお待ちしています。あ、春日さん、こんにちは。こんにちは。外にいる犬、かわいいですね。うちの子です。ハチ公と同じ秋田犬です。神田先生、お久しぶりです。高校で教わった春日です。二人とも常連だけど、ここで会うのは初めてでしたか。あ、かわいい。ハチ公グッズだ。今日3月8日はハチ公の命日ですので、今年は没後90年になります。銅像や剥製をモチーフにしたものもあるんですね。あれ、今気づいたけど、銅像は左耳が垂れていますが、剥製は立っていますね。ハチ公は秋田犬だから普通は耳が立っているんですか。晩年は片耳が垂れていたんですよ。渋谷の銅像はその姿です。剥製の時もどっちにするか意見が割れたみたいです。春日さん、ずいぶん詳しいですね。私、今度観光ガイドで渋谷のハチ公像を案内するので、いろいろ調べてるんです。渋谷の銅像、いつの時代も人気ですよね。でもあれは2代目だと聞いたことがあります。初代がいるってことですか。はい、初代は戦時中の金属回収で溶かされて戦後再建されたんです。初代の銅像はハチ公の生前にできたそうですね。除幕式にはハチ公も参加したそうです。建設資金は子どもたちからも寄せられました。ハチ公は当時から子供に人気があったのか。そうですね。それに日本だけじゃなくアメリカの子どもにもハチ公は慕われていたんですよ。アメリカの子供ですか。はい、実はそのことがわかる資料をネットで見つけたので、今日お店に伺ったんです。一緒に見てみませんか。これは外務省が保管する外交文書で、ハチ公が亡くなった1935年のものです。ロサンゼルスの子供たちがハチ公のために募金をして、それが日本に届けられたという内容なんです。そんなことがあったんですね。募金を取りまとめたのは、現地で動物愛護運動に携わっていたワーンさんという方です。4000人以上から合計60ドル集まりました。ハチ公の追悼集会で日本の領事に渡されたそうです。60ドルって今の日本円だとどのくらいでしょうか。大体ですが、65万円くらいかと思います。バーンさんはどうして寄付金を集めようと思ったんでしょうか。アメリカの日本語新聞では、ハチ公の死去が報じられていたので、それを見て知ったのかもしれないですね。そうか、当時のアメリカ西海岸には日系移民も大勢いましたね。追悼集会が行われたのも関わりの深いキリスト教会でした。このイベントはヘラルド・エクスプレスなどカリフォルニアの英語の新聞でも報じられています。現地でかなり注目されたんですね。当日はいろんな年代の子どもたちが地域の動物愛護団体を代表して参加したようです。動物愛護週間にちなんだイベントでもあったんですね。資料には子どもたちの思いを綴った手紙も収められています。この手紙は追悼集会で日本領事に募金を渡した女の子が書いたものです。日本の子供たちの手助けをしてあげたかったんですね。この子は何匹かペットを飼っているって書いています。もし犬を飼っているなら自分と重ね合わせて思うところがあったかもしれませんね。こちらの手紙ではリトルハチ公と呼んでいます。こんな風に書かれています。かわいいハチ公の忠実さと主人を思う気持ちは日本の子供たちと私たちの
熱い友情を育むインスピレーションになるでしょハチ公が日米親善の架け橋になったんですね。アメリカの特に西海岸では日系移民などアジア系に対する排斥運動が起こったりもしていましたけど、そうした中で飼い犬の忠実さが共感を呼んだのは感慨深いですね。ところでアメリカの子どもたちの募金はどうなったんでしょうか。う。はい、日本の動物愛護団体が受け取りました。当時、日本にもそういう団体があったんですね。これに対して日本の子どもたちから返礼状を送ろうということで、33の小中学校から7000通以上の手紙が集まりました。学校によっては絵を描いて送ったりもしていたようです。東京の世田谷、渋谷と秋田県の大館が特に多いですね。大館はハチ公の故郷秋田犬で有名ですね。ロサンゼルスの日本領事館からも日本の子どもたちから返礼状を送るよう取り計らってくれないかと外務省に伝えていました。それがこうして形になって一件の書類にまとめられたわけですね。日本の子どもたちの手紙についてはアメリカでも報じられましたが、その切り抜きはここに収められていません。この資料でわかるのはここまでですか。とても興味深かったです。ハチ公の物語は90年前から日本だけでなく海外の子供たちにも愛されていたんですね。今は世界の観光客にも親しまれてますね。ハチ公と写真を撮ろうと行列ができますよ。この資料のこと、もっと調べてガイドに生かしますね。楽しみにしてますよ。さて、そろそろ私のハチ公がじっとしていられなくなる頃かな。私はこの辺りで失礼するよ。ごちそうさま。先生、またお会いしましょうね。コーヒー冷めちゃいましたね。入れ直しましょうか。大丈夫です。猫舌なので。後日聞いた話によると春日さんのガイド大好評だったそうです。